アダルトチルドレンは対人関係でよく間違うのですが、相手との間で完全にこちらの欲求を通すことが勝ちではありません。完全にこちらの欲求を通したことで相手の恨みを買って1ヶ月後に仕返しを受けるというようなことはアダルトチルドレンに起こりがちなことです。現実の社会の中で生きていくのであれば、目先の価値ではなく、未来につながる信頼を築くという意味でも、自分が完璧に満たされるように自分の欲求を押し通すのではなくて、時には相手の気持ちを汲み取ることや、多少の妥協が必要なこともあります。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。愛されずに育った人は心が成長できていない人が多いですが、心が未成長の人は幼児的万能感みたいに自分は何にでもなれるし、自分にはトラブルが降りかからないことが前提になっている人が多いです。そしてこれは無意識での感じ方なので、自分にだけはトラブルが降りかからないみたいなことが前提になっているとは本人は気づいていません。気づいていなくても、このような前提がある人は、誰にでもあるちょっとしたトラブル、例えば対人関係の問題や、ちょっと寝つきが悪くてなかなか眠れないなどが降りかかると、ものすごい不当なことが起こっているように感じて、激しい怒りや混乱になります。現実世界で生きていれば、ちょっとしたトラブルは誰にでも起こりますので、自分にだけは絶対にトラブルはあってはいけないと強く望んでいればいるほど苦しくなります。アダルトチルドレンの人生が苦しいのは、そのうちの半分ぐらいはこのような自分の考え方によるものが多いです。アダルトチルドレンは何か特別な才能を身につけたり、血の滲むような努力をしなくても、考え方を修正できれば、それだけでもだいぶ楽になります。そのためには、まず自分が非現実的なこと、つまり自分にだけはトラブルが降りかかってはいけないみたいな前提で生きていることに気づかないと始まりません。でも無自覚で生きているとこれに気づくことは結構難しいのです。ですので、もしよかったら自分にはそのような前提があるかどうかを意識的に点検しながら見てください。気づくだけでもだいぶ前進します。この動画ではアダルトチルドレンが身につけると楽になる思考、現実を受け入れて次の一手を考えるという思考を紹介します。生きづらかったりストレスの多いアダルトチルドレンにとってとても大事な話です。1、現実に抵抗し続けると何が起こるか。2、現実を受け入れるということは。3、相手を変えようとしない。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。現実に抵抗すると何が起こるのかから考えてみましょう。アダルトチルドレンは世間では煙たがられますが、でも悪い人ではありません。機能不全家族で育ったために、本人は悪いことをしていないのに、人生がとても厳しく苦しくなってしまっている人たちです。アダルトチルドレンは何も悪いことをしていないのにこうなってしまったのだから、とても理不尽な話です。だから、
酷なことを言いたくありません。それに心の整理がつくまでには長い時間がかかるのは当たり前です。なかなかこの現実を受け入れられないのは当然です。今はまだ親を憎むことしかできない状態にいても、ご自分を蔑視する必要も責める必要もありません。でも、なんでうちの親はこんな毒親なんだ。こんな親は嫌だ。嫌だ嫌だ嫌だ。誰か親を変えてくれ。と騒いでいる間は、親を憎むだけで自分にできることをしません。そういう時期も必要ですが、だからといってずっとこのままでは困るのは自分です。親のせいだ、やだやだやだと現実を拒否している間は心はどんどん悪化していきます。アダルト・チルドレンは無意識で気づかないうちに現実を拒否する傾向が強いですが、我々は現実の中で生きているのだから、現実を拒否していれば心は悪化します。アダルト・チルドレンを克服するためには、いつかはこの現実を受け入れて、この人生を生きてやるという強い気持ちと覚悟を持つ必要があります。日常生活でも同じです。例えば、仕事で重大なミスをしたとします。明日上司に怒られる。余計なことするんじゃなかった。もう。なんで俺はあんなことをしてしまったんだ。ミスする前に戻りたい。これは自分を責めている側面と、もう一つ、現実を受け入れていない側面があります。ミスを嘆いたり、ミスする前に戻ろうとするのは、現実を否認するエネルギーです。これでは、もしかしたら夜も眠れないかもしれないし、明日ものすごく怒られるかもしれません。だったら、現実はもうミスをしてしまったのだから、その現実を受け入れて、俺はミスをしてしまった。ではこれからどうするか。どのようにするのが一番被害を少なくすることができるか。と考える方が建設的です。そしたら、先に上司に電話で謝っておこう。もしくは、明日朝一で自分から謝りに行こう。などの上司の怒りを最悪にしないための対策が取れるかもしれません。あるいは、夫婦仲にズレが生じてきたとします。でもそれは見ずに、現実の深刻な問題を認めていないと、関係はどんどん悪化していきます。最後には無視し合ったり、口を開くときは相手を傷つけるときだけというような関係になってしまうかもしれません。さらに無視し合って口を開くときは相手を傷つけるだけの最悪な関係なのに、それすらも認めようとしない人は、最後にはその壊れた夫婦間の中で育ってくる子供に悪影響を与え、子供が大変なことになるかもしれません。目標は低すぎるのも問題ですが、高ければ高いほどいいというわけではありません。特にアダルト・チルドレンは完全とか最善にこだわりすぎる人が多いです。その結果、ストレスや憎しみがたまったり、状況をさらに悪いものにしてしまう可能性を高めます。人間関係も同じです。例えば、同僚に嫌な人がいるとします。どこでも10人いれば1人ぐらいは嫌な人がいます。このたった一人嫌いな人がいるという現実が嫌だから、あいつをどうにかしてくれ。
あいつをどうにかしなければと、一日中そのあいつに思考を支配されていれば、憎しみやストレスがどんどん溜まっていきます。現実に抵抗すればするほど、ストレスホルモンのコルチゾールが増え、心や体に負担がかかります。つまり、ストレスを感じ続けるということは、危険という信号が脳に送られるということです。すると、体が戦ったり逃げたりしやすくなるように、コルチゾールがドバッと放出されます。それによって血糖値や血圧が上がり、集中力アップや覚醒状態になります。これは短期的には役に立っていますが、でも長期的にストレスホルモンを出し続けていると、血糖を脂肪にし、内臓脂肪を溜めて太ったり、免疫力が低下したり、不眠や抑うつ傾向につながります。このように現実に抵抗し続けていると、ストレスがたまり、心や体に悪影響を与えますが、それだけではなく人間関係も悪化します。例えば、職場で上司の態度に不満だとします。恐怖や怒りに満ちているときは、相手をじっくりと観察ができません。このような時は、上司がなぜそのような態度をとるのかが全く理解できません。そこで抵抗したい気持ちが強くなりますが、抵抗すればするほどどんどん嫌われて、もっと望まないことが起こってしまうかもしれません。でも、冷静に現実を受け入れているときは相手を観察できます。なぜ相手はそのような態度になるのか、相手は何に怯えているのか、相手の問題を観察できるようになります。すると対処法が見えてくることがあります。次に現実を受け入れるということはどういうことか考えてみましょう。愛されずに育った人は無意識で自分の欲求が完全に満たされることを前提に生きている人が多いです。でも自分の欲求が完全に満たされ続けることは現実的ではありません。そして自分の欲求が完全に満たされることに執着し続けていると、つまり現実に抵抗し続けていると、時にどん底に落ちることがあります。現実を受け入れるとは、犠牲になるということではなくて、自分の欲求が完全に満たされる状態に執着しないという意味です。どん底にならないために、現実の中で最善を選択するということです。自分の欲求が完全に満たされる状態に執着していると、ストレスや憎しみをためて、そしてそれがたまりすぎるとそれに支配されてしまうので、本来の自分がやるべきことができなくなってしまいます。つまり大事なことは、ストレスやイライラすることに意識を集中させておくのではなく、自分の欲求が完全に満たされない状況を受け入れて、そして自分にとってより価値のあるものに意識を集中させて行動しようとすることです。現実を受け入れるとは、相手を変えようとしないことでもあります。例えば、3年間付き合っている恋人が、デートのたびに毎回5分遅刻してくるとします。ちゃんと時間通りに来てとお願いするのは、自分を犠牲にしないために必要です。でも、3年間も治らなかったとします。3年間治らなかったのだから、
この先も治ることは考えにくいです。ならば、それが現実の相手なのだから、たった5分に執着しないで、恋人の他のいい面にフォーカスする方が精神衛生上よっぽど健康的です。もしくは価値観は人それぞれなので、自分にとって時間厳守というのが絶対的に譲れない価値観なのであれば、別の恋人を探すことも検討した方がよっぽど健康的です。相手をこちらの欲求を完全に満たすような人物になるように変えようと執着するのは依存心が強い人の思考です。この思考はストレスや憎しみがたまり、人間関係がうまくいかなくなることが多いです。ストレスや憎しみがピークになると、そのイライラで人間関係がうまくいかなくなるのは容易に想像できると思いますが、合理的な判断ができなくなるという面も、より人間関係の悪化に拍車をかけます。皆さんは怒りやイライラがピークの時に頭が働かなくなるという経験をしたことがありますか？私は20代の頃に某ファミレスでキッチンリーダーをしていたのですが、リーダーのピーク中の役割は主に頭を使って最初にこれやって次にこれをやってその間にこれをやっておいてなどと周りの人に指示する係です。頭を使って指示をしている最中にホールのリーダーから料理まだ上がんないの？いろんな店見てきたけど、この店のキッチンはレベル低いね。と言われました。しかも、その注文は、ホールのミスで、キッチンには届いていなかったんです。若かった私は、もう抑えが効かずに、マジ切れしてしまいました。その後、しばらく全く頭が働かなくなって、指示できなくなりました。本当に頭が働かなくなったんです。当然、指示役が潰れれば、周りの人もみんな動けなくなるので、今度はホールではなく私のミスで料理が上がらなくなりました。そしてクレームが続出で、店長にものすごく怒られた記憶があります。当時はもちろんなんで頭が働かなくなったのか分かっていませんでしたが、これは今分析すると脳の判断とか感情を抑制する機能を司る前頭前皮質が働かなくなったからだと思います。つまり人はストレスやイライラがピークになると合理的な判断ができなくなります。何が言いたいのかというと、恋人が5分遅刻するということに執着してイライラを強めていると合理的な判断ができなくなります。そこで、あの時もこうだった。あの時はあんなこともされた。あんなやつもういい。となってしまうかもしれません。こうなると、そのイライラの姿勢が相手に伝わり、関係が悪化しやすくなってしまいます。でも、たった5分早く来てもらう期待に執着するのをやめると、恋人をもっと観察することができるようになってきます。恋人は5分遅刻するけどいつも優しいとか、5分遅刻するけど気を使ってくれるなどということまで考慮して、それらを全部含めた全体としての恋人を見れるようになりやすくなります。つまり繰り返しになりますが、現実を受け入れるということは、自分には完全に欲求が満たされない部分があると認めた上で、だからといって
完全な犠牲者になるのではなくて、自分の選択できる範囲の中で次の一手を選択することです。現実を受け入れるということは、ネガティブなことではなくて、賢い選択をするということです。では、ポイントを振り返りながら補足します。アダルト・チルドレンは自分の欲求が完全に満たされることに執着しすぎる人が多いです。そしてそのことに気づいていません。だからなかなかそのような姿勢が直せません。気づいていなくても自分にはトラブルがあってはいけない。自分の欲求は完全に満たされ続けるべきだ。と非現実的なことに執着していると生きづらくなったり、心や体や人間関係を壊しやすくなります。現実を受け入れるということは、完全に諦めるとか、完全な犠牲者になることを意味していません。むしろ、現実を受け入れることで、余計な抵抗エネルギーが減り、自分の人生の行動に意識が向かいやすくなります。つまり、選択可能の現実の中で、最善を選択することが可能になります。また、現実を受け入れるとは、相手を変えようとしないことでもあります。心が成長していない人は、幼児的万能感みたいなのがあるので、何が何でも相手を変えようとします。嫌な人をなくそうとすればするほど、嫌な人のことを考えれば考えるほど、現実に抵抗すればするほど、ストレスホルモンのコルチゾールが増え、心や体に負担がかかるだけではなく、時に状況を最悪の状態にしてしまいます。そして気づいていない人が多いのですが、一般的にはアダルト・チルドレンが望んでいる世界は非現実的なことが多いです。多くのアダルト・チルドレンが望む完璧な現実はこの世界にはありません。嫌な人ばかりと言うけど、もしかしたら自分が望みすぎているという可能性もあります。そもそも社会で生きていれば嫌な人がゼロになることはありえません。それなのにたった一人の嫌な人に意識を集中させて、嫌な人消えろ、嫌な人消えろと現実に抵抗していればいるほど自分が苦しみます。現実の人生では100は無理です。100になって幸せを得ようとするのではなくて、今60なのであれば、60でどうやって幸せになるかと考えた方が現実的だし、賢い選択が可能になります。また、アダルト・チルドレンは対人関係でよく間違うのですが、相手との間で完全にこちらの欲求を通すことが価値ではありません。完全にこちらの欲求を通したことで相手の恨みを買って1ヶ月後に仕返しを受けるというようなことはアダルト・チルドレンに起こりがちなことです。現実の社会の中で生きていくのであれば、目先の価値ではなく未来につながる信頼を築くという意味でも、自分が完璧に満たされるように自分の欲求を押し通すのではなくて、時には相手の気持ちを汲み取ることや多少の妥協が必要なこともあります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、
自分が使っているエネルギーをチェックしようです。今、自分は何にエネルギーを使っているのかを常にチェックしてみましょう。芸能人が不倫すると火がついたように大騒ぎをし続ける人は、芸能人が不倫しない世の中を目指してそれにエネルギーを使っているのかもしれません。確かに全ての人が不倫をしない世の中は美しいですが、でもそれは非現実的です。世の中を非現実的なほどきれいにするためにエネルギーを使うより、自分の人生を生きるためにエネルギーを使った方が生産的な生き方です。他にも誰かを変えようとして怒りや憎しみ、イライラを感じている人もいるかもしれません。でも人は変えられません。自分には変えられないものにエネルギーを使っていても、自分にとっていいことは一つもありません。アダルトチルドレンは早く治りたいですという人が多いです。それでいて、自分にとってマイナスになることにエネルギーを使っている人が多いんです。ストレスや憎しみは心を悪化させます。もしよかったらしばらくの間は思い出すたびに、今自分は何にエネルギーを使っているかと自分をチェックしてみてください。これは頭でわかればすぐに完璧に直せるというような簡単な問題ではありません。すぐに完璧になることに執着するのではなく、現実の中で少しずつ確実に成長していくことがとても大切です。無意識であっても、現実に抵抗し完全を目指して生きている人は、自分は現実を受け入れていない。自分は非現実なことに執着している。このようなことを頭でわかること、そしてそのことを何度も意識し直すことは、少しずつ成長していくためにとても重要なことです。他にもアダルトチルドレンが生きやすくなるためには、心を成長させ、自分の人生を生きられるようになることが必要です。アダルトチルドレンの治し方、心の育て方編。アダルトチルドレンは自分の人生を生きよう。アダルトチルドレンの生きづらさ根本原因と対策などの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。